私たちが住む天の川銀河には1兆個の天体が存在する。4000億個の恒星のうち明るい天体だけをピックアップしても、それはまるで砂嵐のように過ぎ去る。銀河平面の密度が最も高いが、平面から離れても星はたくさん存在する。中心部は恒星が多すぎて、動画制作時点の超強力なグラフィックカード RTX3090 を使っても一部しか再現できない。無数に存在する天体の集まりの中、銀河の比較的外側に太陽系が位置している。たくさんあるうちの星の一つ、ここが太陽。地球、それは私たちの故郷。絶妙な配合バランスの大気、潤いをもたらす水蒸気が雲を作る。大気越しに見る空は青く、大気が存在しない宇宙は暗い。地球を離れ JST 日本宇宙旅行の旅が間もなく始まる。 4K 画質フレームレート 60p で太陽系惑星へ出かけよう。地球唯一の衛星月。太陽系の衛星で5番目に大きい。重力は地球の 1G に対して 0.17G。 重力が小さくガスが吹き飛び、大気はほとんど存在しない。日向の温度120度、日陰の温度マイナス230度。無数のクレーターが月表面を埋め尽くす。風がないためクレーターはほとんど風化しない。表面は細かい粒子の砂レゴリスに覆われ、薄い部分で数センチ、深い部分は数メートル。月は人類が地球以外に降り立った唯一の天体だ。
太陽に最も近い惑星水星、英語でマーキュリー。サイズは月よりも少し大きい程度。見た目も月に似ている。太陽からやってくる強烈な太陽風によって表面の大気はほとんど吹き飛んだ。太陽が作る巨大な重力のくぼみに落ちないよう、太陽の周りを1秒間に 47km のスピードで動いている。水星の一つ外側、地球の一つ内側を回る金星。二酸化炭素の重たい大気によって地表の気圧は地球の90倍以上。金星の表面までの距離は太陽系で最も遠いかもしれない。直径は地球の約半分。1日の長さ24時間40分。地球の外側を回る赤い惑星火星。マリネス峡谷、長さ 4000km、幅 200km、深さ 7km と超巨大。火星が誕生して間もない頃、地殻変動によって形成。峡谷の一部に液体によって侵食された跡も観察されている。噴火によって形成された太陽系最大の火山、オリンポス山。
高さは2万1900メートル、富士山の 5.5 倍。火星の衛星フォボス。火星から 6000km しか離れておらず、太陽系の中で惑星に最も近い衛星。1日に火星の周りを2周する。直径はたったの 11km。現在少しずつ火星に接近しており、将来この星は砕け散り、火星の周りに輪を作る。火星と木星の間に位置する太陽系最大の準惑星セレス。マントルに大量に含まれた水が塩類と混ざり噴出。地表には白い斑点が多く見られる。小惑星の小さな岩石が集まってできたこの星は、木星の重力に阻まれ惑星には成長しなかった。近い将来、セレスに向かった探査機がサンプルを採取し、地球に持ち帰る予定。太陽系最大の惑星木星。表面に独特の縞模様を作る。表面の重力は地球の3倍弱。中心には岩石や金属の巨大なコアがあり、形成される過程で大量のガスを取り込んだと考えられている。
木星の4つの衛星ガリレオ衛星の中で最も内側を回るイオ。表面に見える赤く焼けた斑点は火山活動。木星に近く公転が楕円のため、星内部が伸びたり縮んだりする力が常にかかり加熱される。100個以上の火山が確認され、太陽系で最も熱く活動する天体。衛星イオとは対照的に全体が白い木星の衛星エウロパ。太陽系で最も滑らかな表面を持つ。表面は氷を含む固体。木星の重力によって引き裂かれ、再びそれがつながった傷跡がたくさん存在する。内部には大量の水が存在し、地球外生命体の存在が期待される。太陽系最大の衛星ガニメデ。惑星水星よりも巨大。表面の村は巨大隕石衝突によってできた太陽系最大のクレーターの跡。太陽系最大の木星を回る衛星は多様性に富んでいる。美しい輪を持つ土星。英語名はサターン。太陽に照らされる輪はあまりにも美しい。土星の輪に太陽の光を透かしてみると、通常観測されない最も外側のいい環も鮮明に観察できる。土星は巨大なため80個以上の衛星を持つ。その中の一つ、輪の少し外側を回る衛星プロメテウス。強力な重力の影響なのか、押しつぶされたようなどら焼き型をしている。輪に近い衛星を羊飼い衛星と呼び、衛星と輪との相互作用によってあの美しい輪の隙間を作り出している。プロメテウスが輪の近くを通過すると、輪を引っ張り独特の模様を描き出す。白く輝く土星の衛星エンケラドス。
南極からは水蒸気を噴出し続け、その水蒸気が土星の最も外側のいい環を作り出す。噴出した水蒸気は瞬時に凍り、その一部はエンケラドスに降り積もる。エンケラドス表面は常に新しい氷が供給され続けているため、反射率が高く真っ白な衛星。太陽からの距離は地球の20倍。肉眼で見える限界の惑星天王星。通常の惑星とは異なり、光点面から98度傾く太陽系唯一の存在。望遠鏡でも観察が難しい薄い輪も自転と同様に傾くその姿は美しい。巨大惑星が2回衝突すると天王星の傾きに一致するが、その原因は未だに不明。天王星はまさに神秘の天体と言えそうだ。太陽系の最も外側を回る惑星、海王星。青色を基調とし、色の違いが表面の模様を描き出す。惑星の成分は天王星とほとんど同じだが、海王星の青色はより深い。その理由は未解明だ。海王星の周りを回る巨大衛星トリトン。地殻は窒素、水、二酸化炭素の複合固体となり白い。地殻の表面は窒素の透明な氷が覆い、艶がある。海王星にはトリトンの他に13個の衛星があるが、すべての衛星の質量のうちトリトンが 99.5% を占める。通常衛星は惑星と共に作られるが、トリトンは海王星の外側カイパーベルトからやってきた。海王星の巨大重力に捉えられ、元々の衛星のほとんどを排除し、海王星衛星で最大の称号を獲得した。窒素の大気が美しい。元太陽系惑星冥王星。他の惑星よりも公転軌道が傾く斜め。冥王星の近くに似たような天体が見つかったため、準惑星に格下げになった。しかし冥王星が持つ特徴は当然変わらない。サイズは月よりも小さく、表面は不規則な地形を持つ。広大な平地があり、巨大な山が連なる山脈も存在する。白い部分がある一方で、チョコレートの粉のような茶色のエリアも存在する。それはまるでティラミス。
望遠鏡では捉えることができなかった表面の詳細な画像と精密な 3D マップを探査機ニューホライズンズが取得した。準惑星ハウメア。冥王星よりもさらに公転軌道が傾き、公転速度が遅い。サイズは冥王星の3分の1。形は押しつぶされた楕円形。通常この質量を持つ天体は球体になる。しかしハウメアの自転周期は4時間。形成される段階でこの形になったと考えられる。太陽からはるか遠い軌道を公転する準惑星エリス。その距離は太陽と冥王星との距離の2倍に達する。公転面は斜め45度傾く特殊な軌道。これほど遠い距離の天体を太陽は自身の重力でつなぎ止めている。直径10万光年、巨大な天の川銀河に住む私たち。太陽はそんな天の川銀河に存在する4000億個の恒星の中のたった一つの存在。太陽系だけを見てもこれほど美しい景色を楽しめるのに、この点一つ一つ全てには見たこともない美しい世界が広がる。技術発達によってあらゆるものを見ているつもりの私たち。しかし土星の裏側から初めて見る神秘の光は、私たちが地球という限られた視点からしか宇宙を見ていないことを気づかせる。数字だけでは実感できない宇宙の景色をこの目で見ると、宇宙の壮大さを少しは実感できるかもしれない。